皆さんこんにちは。南インド古典舞踊家バラタナティアムダンサーのエリナです。優勝しましたの動画を見てくださった方と、あと1日目ICCR 奨学金のねビデオと1日目ツアー1日目の動画を見てくださった方ありがとうございます。でその後更新しなくて本当にすいません。12日に、ツアーを終えてデリーを出て13日に台湾に戻ってきたんですね。でもうその後に子供のね誕生日会があって、その準備とかして、そしたらその後ね子供が高熱出して、なんかねいろいろで、2日目は何をしたかっていうと、まず1日目にその振り付けが半分ぐらい終わったわけですよね。でパフォーマンス時間はプラティバサンガムのそのパフォーマンスは私たちのその受賞者のパフォーマンスが15分だったんですね。でその後にICCR の奨学金をもらって今インドで勉強している人たちのその国のパフォーマンスっていうのが20分ぐらいあったんですね。だけどそのパフォーマンスがその国がすごいいっぱいになっちゃって混乱が生じて、でなんか20分に入らないみたいになって大変なことになったんですね。で結局まとまったんですけれども、それで、15分1日目は15分の半分ぐらいの振り付けが終わって、その後にそれはみんな6人で、東インド舞踊のオディシーと、北インド舞踊のカタック、南インド舞踊のバルタナティアムっていうダンス、インド古典舞踊のダンス、全部で6人2人ずつでね、全部で6人全員で踊るダンスがあって、それが前半だったんですね。でその後半にその各自その2人ずつ舞踊別に1分間振り付けしてほしいって言われたんですね。それで振付家の方はゴーリ・ディワカーさんっていう北インド舞踊のカタックの有名なダンサーなんですね。で、ゴーリ・ディワカーさんは北インド舞踊カタックなので、バラタナティアムと、オディシーは自分たちで振り付けしてくださいって言われて1分間で、なので参加者はちょっと簡単でもいいんですけど振り付けする覚悟をしてた方がいいですね。なんか簡単なステップでいいんですよ。で一緒にバラタナティアムダンサーの受賞者私ともう一人若い子がいたんですね。UK イギリス出身の18歳のすごい若い女の子で、バラタナティアムダンサーの女の子だったんですね。で、その子は、シュリランカ親がシュリランカ出身で、イギリスで生まれ育った方なんですね。でその子と一緒に振り付けを考えて、なんかすごい若いからねすごいやる気に燃えてて、なんか普通のステップの組み合わせじゃなくてもっとクリエイティブにしたいみたいな感じで、なんか私はもう早く振り付けて早く練習したかったんですね。なのでなんかもうあんまり複雑なのやめてくれみたいな私が頼んで、でその子となんかじゃあ前半ちょっと考えて私後半考えるねみたいな感じでそれぞれ考えて、で組み合わせて考えたんですね。それでその日はその練習で終わりみたいな感じで終わって、で、2日目ですよね。2日目は12時半からって言われて、
予定は10時から5時だったんですけど、12時半からって言われて、で朝自分たちのね振り付けたのを各地練習して、で私も振り付けたはいいんですけどすぐ忘れちゃうので、それを何回も何回も練習して、で ICCR のオフィスに行って練習ご飯を食べ行って、それでなんだっけ、その振り付けゴーリス・リワカさんの振り付け家のアシスタント、多分お弟子さんでねダンサーの方だと思うんですけど、その方が全部通しでやろうって言って全部で通しでやって、その時に通しでやろうとしたらバラタナティアムの私たち自分たちで振り付けたやつ忘れちゃったんですよね。ミュージシャンと一緒にやってる時にやばいと思って、それミュージシャンはその振り付けたのをね何回そのティラーナっていう公演の舞踊の一公演のところで最後に踊る曲なんですね、バラタナティアムでは。ちょっとカタックでは知らないんですけど、でカタックもティラーナっていう曲があって、それでやろうって言って、でオディシーはなんかちょっと違ったかな。ででミュージシャンはそれなんかワンフレーズをすごく繰り返すんですね、ティラーナティラーナって言って、でタドドドディラーナティラーナとか、そのフレーズを8拍子ね、8拍子でそれを何回も繰り返すんですけど、何回繰り返すか覚えなきゃいけないわけですよね、ミュージシャンは。なのでそれで振り付け止まっちゃったら何回か数えれないじゃないですか。それでやばいってなって、でアシスタントの方が「やってこなかったの?」みたいになって、振り付けやばいってなって、それでとりあえず自分たちで練習しようとか言ってお昼ご飯になっちゃったので、お昼ご飯の時間に練習して、お昼食べてからまた練習して、それででね問題はなんですけども、去年の公演プラティバサンガムってね、第1回の公演はすごいなんか豪華だったんですよね。21日間もあったし、リハーサル何回やったかは知らないんですけれども、そのねで4都市に回ったのかな。デリーとあとチェンナイとプネと、あともう一つ忘れちゃったんですけど、なのですごいね豪華なツアーだったんですよね。で私たちは本当にデリー1箇所だけだったんですね。で時間も15分だけで、前のその去年のはダンスのライブ、その受賞者のダンサーとミュージシャンと一緒にダンス公演をやるっていうのプラスコンサート、ヒンドゥスタニーっていう北インド古典音楽のコンサートとカルナティック南インド古典音楽のコンサートも別々に時間を設けてあったそうなんですね。だけど今回はすごい時間がなくなっちゃって、なんでかっていうとその ICCR の奨学金をもらって今インドで勉強してる人たちのそれぞれの国のダンスとか音楽のイベントも一緒になっちゃったんですよね。なのでプラティバサンガムのそのコンペティションの受賞者の時間が多分削られちゃったんでしょうね。で選挙とかもね今すごいし、だからそれで多分ね私の勝手な想像ですよ、予算が吸い取られちゃったのかなと思ってそれでコンサートねかわいそうだったんですけどなかったんですよね。だからすごいそれはねなんか申し訳ないっていうか、私は何もできないんですけれども、なんかかわいそうだなと思いました。で問題はですよ、やっぱりコンサートもやる時も
ダンサーと一緒にねそのオーケストラとしてやる時もやっぱりコンダクターっていうか指揮者みたいなリーダーが必要なわけですよね。でボーカルのコンサートだったらボーカルの人がやっぱりなんかこうね指揮を取るっていうか感じだし、バラタナティアムのね時は先生グルがコンダクターみたいな感じでオーケストラに座ってナットワンガムっていうチンチンチンっていうベルを鳴らして指揮を取るんですよね。だけどそれがですよゴールディワカーさんが指揮を取るわけですよね。ででもゴールディワカーさんはやっぱりねカタックの専門なのでバラタナティムとか分かんないじゃないですか。だからちょっと結構混乱が生じて、前半の部分はもう本当に歌に合わせてみんなでやるみたいな感じだったのでよかったんですけど、後半の部分がちょっと混乱が生じて、でもっと混乱が生じたのがゴールディワカーさんのお抱えのミュージシャンの方が3人ぐらいいらしたんですね。でその一日中やってるリハーサルの時はミュージシャンの方いらっしゃらなくって後から来るんですね。で結構なんかいい感じになったかなみたいな受賞者だけで練習したのを後にそのミュージシャンねゴールディワカさんのミュージシャンの方が来るともう大混乱にまた陥ってなんかあれ今まで練習したのがなんかで受賞者の方もね結構有名な音楽家のお孫さんがいらっしゃって、バイオリンの方ね、私知らなかったんですけれども音楽にちょっと疎いのでねなんだっけなイー・カンニャクマリさんっていうね女性のシンガーの方がいて、その方のお孫さんらしいんですね。でそのバイオリンの方はすごいね、小さい頃からなんかコンサートとか出ててまだ若いのかな、まだね中学生高校生かとか中学生とかですかね。ででその方は結構いろいろ経験があると思うんですけど、やっぱりねダンスのために演奏するっていうのがミュージシャンにとっては初めての経験だったと思いますね。タブラの方は多分やったことあると思いますね。ロシアのタブラの方はすごいなんかねカタックと一緒に合わせるのにすごくね上手に合わせてましたね。でもやっぱりカルナティックの2人はとてもねすごく若くて2人ともでそんなにね素晴らしい歌声ですよ。でもやっぱりみんなをリードするほど経験がないというかでねそれでさらにダンスのねアカンパニーじゃないですか。だから本当にね戸惑ってなんか歌い出しとかもすごいなんかなんか自信持って歌ってみたいな感じでなんですよね。で去年はカルナティックのムリダンカムって言って両面太鼓南インドの太鼓の方もいらっしゃって、あとなんだっけナーダスワラムって言ってなんかこう長いねなんていうの吹奏楽っていうのがあれ吹奏楽っていうんですかね、こうなんか笛なんだけどビリビリビリみたいな感じのお寺でやるやつの吹くね楽器の方もいらっしゃって、結構カルナティックの方もいらっしゃったんですけど、今回はムリナンガムその南インドの太鼓のもいなくってタブラが2人でカルナティックが2人でヒンドゥースタニーカルナティックボーカル声楽家の方が2人とヒンドゥースタニーボーカルの方が2人だったんですね。それで全部かなそれでタブラ2人そうだったのでちょっとねやっぱり北インドに寄ってたんですね。でゴーリ・ディワカーさんの音楽家の方はみんなね北インド専門ですし、で何が言いたかったんだっけそうそれで結構音楽
をリードする方がいなくって、でゴーリ・ティワカーさんもなんか私音楽に疎いのよみたいな感じだったので、多分ねカタックの、カウント、ここで入るとかそういうのは多分ねもうエキスパートなんでしょうけど、そこ以外はちょっとね本当に大変そうでしたね。もう本当に。でいろいろなんかね大変で、ステージマネージャーがいないんですよ。びっくりじゃないですか。なんかだからゴーリ・ティワカーさんが全部やらなきゃいけなかったんですね。ステージマネージャーもそうだし、音響は音響指示はアシスタントの、ね、方がいらっしゃって、タイミングとかね音響専門の方にお願いしてたんですけれども、やっぱりステージディレクターみたいなの必要なんですよね。なぜかっていうとステージにまずゴーリさんがいなきゃいけないわけですね。演奏もう最初から最後まで演奏の指示を出すから。だけどステージマネージャーとかって影にいてダンサーこのタイミングでお願いしますとかスタンバイお願いしますとか次はあなたの番ですよみたいないっぱいね国の方がいらっしゃるから、私たちのその受賞者の後そのマネージメントをする人がいないわけですね。だから各自自分がどこの国の後だみたいなのを把握してなきゃいけないわけですよね。あとなんか最初もね、これはもうあとまた3日目に言おうなんかねいろいろハプニングがあって3日目もパフォーマンスの日もだからねすごいねゴーリさん大変そうでした。で、ダンサーの話をすると面白いことがあって、バラタナティアムは私1位だったんですね。優勝だったんですね。年の子かななんかねカテゴリーが分かれてたんですよ。すごい何歳からだったか忘れちゃったんですけど、16か17か18から30歳と確かねで31歳から50歳までの2つのカテゴリーがあったわけですね、年の。あと、演目ごとのカテゴリー、オディシー、カタック、バラタナティアム、あとカルナティックボーカル、カルナティックインストラメント、ヒンドゥースタニボーカル、ヒンドゥースタニインストラメントみたいな感じのそのカテゴリーがあって、でダンサーは2人ずつ来たんですね。でダンサー私は優勝で、2番目がUK 出身のバラタナティアムダンサー、その子はねもう18ぐらいで若いので、なんかカテゴリー全部一緒で演奏するんだ、演奏っていうかねパフォーマンスするんだと思って、でびっくりしたんですけれども、それはね年齢別でやると思ってたの私最初ね、何も知らされてないから。それでその後じゃないねその他に北インドカタック舞踊はまた2人すごい若い2人なんですよね。で1人が去年の受賞者なの信じられますえみたいな、今年なんかもう恒例みたいになってるじゃんと思って、去年の1位はカタックのね前田敦子さんですね。我らが日本人の前田敦子さん1位。さすがね去年のねちょっと話飛ぶんですけど、去年のねパフォーマンスをねビデオでみんなで見たんですよ。もう前田さんね輝いてましたよすごい素晴らしかった。やっぱりね違いましたね。それはそれは話置いといて、で去年の2位の方が今年2位だったのかな、また忘れちゃった。今年もね去年の2位の方がまた今年2位だったのかな1位だったのかな忘れちゃったんですけど、で2人いて、その去年の受賞者の方ともう1人はスリランカの出身の方ね、すごい可愛かったですよ。でもねやっぱりねなんかですごいのが、去年受賞されたそのキムさんっていうねマレーシアの方、キム・クーって言って本当マレーシアの名前ですよね。
でが2年しかやってないんだって、カタック。すごくないですか？ 2 年でできるってすごくない？あんなに踊れるなんてと思ってびっくりして、そしたらなんかね、小さい頃からバレエやって、バレエも教えてるんですって。で今マレーシアのなんかダンスカンパニー所属してるらしくて、カタックとかバレエカタック教えてるのかな、バレエとかね、コンテンポラリーとか教えてるんですって。でも2年しかやってないなんてすごいなと思って。でみんなでねタブラと練習する時とかもすごいなんかね、全部リズムとか分かっててね、すごいなと思いましたね。でスリランカの方、カタック、その子もなんかグルの名前知らないとか言って言ってて、だからまだ慣れたてなのかなと思いましたね。でオディシ東インド舞踊オディシは私と同じぐらいの1位はね方だったんですね。同い年ぐらいの方で、チェンナイ出身で、アメリカに行って、アメリカのテンプル・オブ・ファイン・アーツってマレーシアのあるじゃないですか、有名なダンスカンパニーのなんかアメリカの支部をやってる受け持ってるみたいな、担当みたいな感じなのでしたね。でバラタナティアムもやってるんですって。だからもうすごいですよね、マルチアートダンサーみたいな。でオディシーも素晴らしかったですね。で2位は2位もですよ、オディシーも去年と同じ方が受賞されたのでね。でその方はマレーシア出身で、キムさんと親友みたいな感じで、その方もねそんなに長く習ってないんじゃないかな。顔がインド系ですよね。で、全体的にですよ、そのキムさんと私とタブラのデニスさん、ロシア出身のねが結構外国人、インドの血が入ってない外国人、スリランカの、ね、方はインド系とカテゴライズしてインドの血が入ってない3人みたいな感じだったんですよね。でカルナティックのルームメイトだった人はもともとインド出身でネダーランドオランダに結婚していった人で、もう一人カルナティックのボーカルの人はスリランカだったかな、スリランカ人。なんかねすごいねキーが高いんですよ。でガマがあっててあーみたいな綺麗なね声でしたね。であとタブラとヒンドゥースタンに声楽の2人はシュリランカ出身でした。いや面白かったですね。でダンサーですよね。知りたいのダンサーの受賞者のことですよね、皆さんね。そのマレーシア出身の2人がまた受賞したってね、なんで2回も応募したのって思ったんですね。私1回受賞したらもういいかなみたいな感じなんでね。でもそしたらなんか頼まれたんですって、ICCR から。だからね参加者があんまりいないみたいなの。だからね日本人の本当にねインドに行って毎年グルについて、お師匠さんについて勉強されてる方いっぱいいらっしゃるんですよね、日本人の方で。とっても上手い方、そういう方はもう参加した方がいいと思いますね。でもしたければですけどねだって結構大変だから、経済的にはマイナスですよ。5万500ドル US アメリカドルで500ドルが受賞金ですよね。でも結局ねやっぱりそのツアーに来るとなるといろいろねクラスをやっぱキャンセルしたりとかしなきゃいけないじゃないですか。でパフォーマンスと、
リハーサルは支払われないんですよねなのでファイナンシャルロスですよね。経済的ロスでしたね、私にとってはね。でもやっぱりね、受賞するっていうのはモチベーションになりますからねと思って行ったんです。ということでICCR 終わった後も ICCR にねレビュー書いてくださいって言われて、私それ書きましたね。リハーサルとでも行かなくてもいいんですよ、ツアーは。なので受賞してやった受賞したみたいな感じでね、行かなくてもいい。それは個人のチョイスなので来いって言えないですよね。向こうもね別に支払うわけじゃないから、リハーサル代とねパフォーマンス代。でもかわいそうね。なんかダンサーってね蝶々みたいな生き物ですよね。美しく見えるけどね、なんかもうペッってやったらすぐパタってなっちゃうみたいな感じでね、なんか弱い立場ですよね。そうじゃないダンサーもいっぱいいらっしゃいますよ、有名でね。でも私たちみたいな、私たちって言ったらダメですね、私みたいな庶民ダンサーは結構弱い立場ですよね。それはまたおいおい話として、それで2日目は何回も何回も練習したんですよね、最初から最後まで。で一番最後にその ICCR の今勉強してる方たち、小学生たちと一緒にワンデーマータランって言ってね、インドのね曲をちょっとやっておしまいみたいな感じで、そのねいろいろ混乱が生じたってさっき言いましたよね。でその混乱が生じたのでなんかその話がICCR のオフィサーの上の方に行ったらしいですね。でなんか偉い人が来て ICCR ので、なんかゴーリさんがオフィサーが来てミーティングがあります、パラティバサンガムの受賞者の皆さんミーティングルームに集まってくださいっていうのすごいなんかね厳かな真剣な顔で言うんですね。何と思って行って、みんなでね座って自己紹介して、私はどこから来ましたで、なんとかのダンサーです、なんとかのミュージシャンですって言って自己紹介して、そしたらなんかまたねパフォーマンス時間が足りないみたいなことになって、で15分でも十分足りないじゃないですか。確か去年はもっとあったと思いますね。きっとね1時間とかあったと思いますね、各公演ですよ。なんか15分でこの今まで2日間リハーサルしてきたのがカットになったらどうするみたいな、ただこう症状を受け取りに来たみたいななったらどうするみたいになって、でドキドキしてたんですよね。でゴーリさんがいやもう皆さんねこれまでもう本当にすごいね練習してきて、この受賞者のパフォーマンスはもうバッチリ振り付けもできてますし完璧です。なのでそこの部分は削らないでいただきたいって言ってお願いして、でその ICCR の小学生たちのはもう本当に時間を区切って短くして、参加したい人はそこで収まるように20分で収まるように、だけどちょっとぐらいちょっとだけ時間がずれるかもしれないって言ってお願いしたんですね。でもその前に1時間もスピーチあるんですよ1時間インドあるあるですよね。1時間もスピーチは削られないわけですね。1時間もこのスピーチ1時間のスピーチは削られないんです。大切な方々ですから。皆さんね、このパフォーマンスを開催するにあたっていろいろなゲストがいるわけです。その1時間は削られないんです。だけど15分のパフォーマンスプラス20分のパフォーマンスはどんどん小さくなって、でもう2日目なのにこれからもう変更いっぱいあるみたいな、もう1日が2日目は終わろうとして次の日パフォーマンスなのにみたいになったんですね。で
それでそのねミーティングに来た偉い方はですね、あんまり音楽のこととダンスのこと分かんないわけですよね。カルチャーリレーションズって言って文化関係に、ね、所属してたとしても、結局ステージをねのことに関してはやっぱりねゴーリさんの方がよく分かってるわけですよね。でその人がね急にね言ったんですよ。ステージでリハやらないのって言ってステージでリハーサルした方がいいんじゃないかなって言ったんですね。で私たちはいつみたいになったんですね。でもう2日目ですよ。2日目も終わろうとしています。で2日目ともう終わろうとしていて、3日目にパフォーマンスがあるわけですよね。で3日目はパフォーマンスっていうかイベント自体が5時50分から始まります。で実際の私たちのパフォーマンスは6時55分でももう5時ぐらいにはちゃんとね準備しときたいわけですよね。でこれ始まるの5時50分じゃんって思うわけですよね。ステージ分からない人はね、ダンサーとかステージに馴染みのない人は朝めっちゃ時間あんじゃんって思うわけです。でその日の明日の朝11時ぐらいにちょっとステージ行ってリハした方がいいんじゃないって言ったんですね。その人が、その方がね、偉い人ですよ。そしたらゴーリさんがってなったわけです。その前々からその日はダンサーには朝ゆっくり休んでもらって練習してもらってメイクとかも時間はかかるからその日はゆっくりしてねって言っててくれたわけですよね。その偉い方がね朝時間あるじゃんって言って、そういうふうには言わないですよ。カジュアルにはね、偉い人なんで。パフォーマンスが5時50分に始まるので朝ステージに行ってリハーサルしてみたらいかがですかみたいな感じで言ったわけです。そしてガオリさんがねってなったわけですね。で日中デリーはね今40度ぐらいなんですね。で今回外のステージなんですね。でステージは石造りコンクリート造りなんですよ。あちあちみたいになるわけですよね、歩くと。でその中でリハーサルなんてしたもんならですよ、もうパフォーマンスの時間だとはこんな感じですよ。もう疲れ切っちゃうんですよね。なのでそれをね、ステージやってればなんとなく分かるわけですよね、経験があれば。でもなんとなくねこれでリストで見たんですよ。何時朝時間あるでゴーリさんが言ったんですね。いやお昼はすごく暑いですからちょっとねそれは問題あると思います。そしたらオフィサーが言ったんですよね。じゃあ朝6時に起きていけばいいんじゃない？パフォーマンス時間が15分と20分で35分だからリハーサル1時間ぐらいで終わるんじゃない？リハーサル15分のためにリハーサル2日間したんですよ。びっくりしました。でもねゴーリさんさすがですよね。今日やりますって言ったんです。今日この後やります。でその2日のリハーサルが終わってそのステージに行って立ち位置確認ですよね。基本的には行かなくてもよかったんでしょうけど、やっぱりね行けと言われたので行かなきゃいけないですよね。でみんな全員連れてってそのいろんな国の、ね、方とかも全員連れてって、で立ち位置
こら辺センターこうでね、いろんな音響の方とかもね打ち合わせ、私たちはなんかもう座ってるだけですよ。でなんか立ち位置一応ね確認して、で結局終わったのが8時くらいで、帰ってきたのホテルに帰ってきたのが9時くらいでしたね。でステージを見たんですね。でステージを見てがっかりしたんです。がっかりしたって失礼ですね。皆さんねこれにねもうすごいね完成するのにすごい頑張ってねいろいろねやってくださったんだけども、やっぱりね去年のあれを見て、去年の公演を見て今年のを見ると皆さんねがっかりしたと思いますね。なぜかっていうとやっぱり外だしすごい狭いステージだし、それでモチベーションがちょっとね差がありましたね。でもね建物的にはすごい素敵だったんですよね。なんか昔のそのどっかの州のって言ってすいませんね、多分ラジャスタンだったかな、ラジャスタンのマハラジャが各州のマハラジャがねデリーにこのオフィスじゃないけど邸宅をね設けるんですって。でそこのラジャスタンの州のマハラジャのお家だったところを今ね、ギャラリーっていうかそういうのを開放してるらしくって、ですごい素敵なカフェとかあってね、なんかちょっとお茶するにはいいかなみたいな感じでしたね。でもなんかねステージとしてはここみたいな感じでちょっとがっかりしたんですけれども、まあでもね次の日見たらちゃんとしたステージになってましたけどね。でもなんか外だしメイクがねもう汗でダラダラになるわけですよね。まあでも夕方だったんでいいんですけど、なのでここで踊るのってちょっと思いましたね。みんな頑張ってね開催してくださった方すいません。でもすごい参加してよかったんですけどね。でもなんか去年と比べちゃうとここって思いました。それでその日は終わりましたねで2日目終わりました。でまた3日目の話はまた取りますね。で話してるだけだとねつまんないと思いますので、リハの様子とかちょっとね動画に入れようと思います。あと ICCR のね様子とかを動画に入れようと思います。見てくださってありがとうございました。3日目も見てね、見てくださいね。よろしく。